世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。今回はね、新アクション壁ジャンプを導入しました。前々から要望の多かったアクションではあるんですけれども、というのもこの手のゲームって壁際に追い詰められた時にかなりやばいんですよね。いわゆる壁ハメってやつですね。攻めてる側からすると相手をね壁際まで追い詰めてるんで、多少ね攻めが継続しやすいとかそういうメリットはあった方がいいっていうのはもちろんなんですけれども、このゲームの場合だと壁まで追い詰めた時点でもうとどめまで確定してしまうぐらいのレベルで壁ハメがやばくなっちゃってるんで、そこから脱出するための手段として壁ジャンプというものを作ってみました。入力方法としては壁に向かって前ステップもしくは後ろステップをすることで壁ジャンプが発動します。原理的には前ステップもしくは後ろステップをした際にキャラクターの前方にねカプセル型の当たり判定を発生させています。このカプセルに壁が触れた場合は壁ジャンプへ派生、触れていなかった場合は普通に前ステップとか後ろステップが出るっていうようなシステムになってますね。なので結構壁に近づいてからステップしないと出ません。今言ったように前後のステップと壁ジャンプの操作が共通になってるんですね。これに関しては結構賛否両論分かれるところかなと思っています。つまり壁を背負いながらバックステップしたりっていうことができないわけなんですね。絶対に壁ジャンプになっちゃうので。ただこれに関しては大きな問題はないかなと個人的には考えてます。というのも壁を背負った状態でバックステップしたい瞬間ってあんまりないと思うんですよね。無理やりそういうシチュエーションを上げるとすれば、例えば NPC と戦っている時にプレイヤーをね壁に追い詰めた時に特定の行動ばっかり連打してくるような、そんな感じのロジックで動いてくる NPC と戦っている場合に関しては、あえてね壁を背負った状態でバックステップすることによって壁を背負ってるっていう状況を維持したまんま敵の攻撃を避けるみたいな、そうすることによって戦いやすくなるみたいなことがもしかしたらあるかもしれません。ただこのゲームってステップに無敵フレームが存在してないので、そもそも壁を背負った状態でバックステップしちゃうと本当にただ無防備な状態をさらけ出すだけみたいな感じになっちゃうんですね。なので例えばダクソとかブラムみたいな回避行動に無敵フレームがあるゲームの場合だと、壁を背負った状態であえてバックステイを選択するっていうこともあるかもしれないんですが、そういう極端なレアケースっていうのは単に度外視させてもらって、こういう感じの操作システムにしてみました。現状すでにねできることが多すぎてコントローラーのボタンが足りてない感をねひしひしと感じ始めてるので、ここは一旦こういう感じでねやってみたいと思います。ステップには無敵フレームがないっていう話をしたんですけど、壁ジャンプに関しては無敵フレームが存在しています。というかぶっちゃけ全フレーム今無敵にしてあるんですよね。なんでかっていうと壁はめから抜け出すためのアクションなので、出始めには無敵フレームあった方がいいですよね。ただ空中でダメージを受けた場合のダメージモーションっていうのが現状システム的に存在してないので、空中でね例えば弓とかを受けちゃうと地上と同じダメージモーションが再生されてしまうんですね。それがちょっと微妙だなっていうところで、一旦ね全フレーム無敵っていう感じにしてあります。こういうところがねゲームを作る上で一番面倒なところなんですよね。今回のアクションで実現したかったのは壁はめから脱出するかっこいいアクションっていうところなんですけど、それに関してはもう現状のものでね実現できていると言っても過言ではないんですが、そういった目的をね実現するためにそれとは全く別の要素というものも実装していかないといけないっていうのが辛いところなんですよね。今回のところで言うと空中でのダメージ受けた際にどうするかっていうところですね。例えばこれを簡単に解決しようとすると、空中ダメージを受けた際にラグドール化する、であとは物理に任せて吹っ飛ばさせるっていうこともできはするんですけれども、吹っ飛び方がね毎回ランダムな上に最悪の場合に 100m ぐらい吹っ飛ばされるっていう可能性もあるんで、ちょっとあんまり使えないですね。やっぱり専用のダメージモーションを再生して地面に落下する、その後転倒でフリフレームが発生する的な感じに落とし込むのが一番良さそうなんですけど、それをするためにはやっぱりアニメーターさんの力が必要になってくるっていうことですね。ただ現状一人で作っているので、そういったところですね、やりたいことをしようとした時に必要になってくる別の要素、そこに関しては一旦ね仮実装で流しておいて、後々ね仲間が増えた時にしっかりとね埋め合わせをしていこうかなと思っております。大体の場合がね必要になってくるのがやっぱりモーションデータなんですよね。しかもこのゲームはねはっきり言ってモーションの数が現状でもすでにかなり多い部類なんで、今後必要になってくるモーションの数っていうのもめちゃくちゃ膨大な数になってくるかなと予想されます。というかぶっちゃけ今回の壁ジャンプアクションのモーションに関してもかなり無理して作ってるんですよね。現状モーションのデータは全てアセットストアから購入したもので賄ってるんですけど、今回のね壁ジャンプアクションは前半の壁に向かって飛び込む部分と中盤の壁ジャンプをする部分、それから後半の空中でね側転して着地するところの3つのモーションデータを組み合わせて1つのモーションにしている
っていう感じなんですね。なのでよく見るとコマ飛びしてるところも普通に人間の目で見て分かるレベルでありますし、そういう無理やりな組み方してるんで結構ね管理もね大変なんですよね。もしこのチャンネルを見ている人の中でモーションデザイナーの方とかねいたりして、僕のこの世界一面白いアクション RPG にもし協力したいっていう人がいればね、ぜひ Twitter の DM までねメールお待ちしてます。こうして直接的な募集をかけるのって実は初めてだったりするんですけど、前回の自己紹介の動画でね、僕が昔エフロムソフトウェアっていうところで働いてたっていうね話をしたんですけど、あの動画のね次の日ぐらいにエフロムでね同じ DLC チームで働いてたモーションデザイナーの方からね DM が来てて、声も出してるし入社日にね発注してたとかいうエピソードも言ったんで、僕のことは特定されてるわけなんですけど、めちゃくちゃねうちのチャンネルの動画毎回見てくれてたみたいで、ハイタカってあなただったんですかみたいな感じでね、なんか僕の動画が今の仕事のモチベにもつながっているらしくて、ありがとうっていう感謝のね DM をいただいたんですよ。めちゃくちゃ嬉しくて、でもうダメ元でね聞いてみたんですよ。もしよかったら僕と一緒に世界一目指しませんか。もちろん向こうはねモーションデザイナーとして仕事されてる方なんでね、すごい迷惑な話だとは思うんですけど、やっぱりねすんげえ魅力的なモーション作る人だったんで、ついついちょっとそういうねぶしつけな質問をしちゃったんですけど、誘ってくれたのはめっちゃ嬉しいですっていう風にね言っていただきました。でもやっぱりね、向こうには向こうの現在の仕事とかプロジェクトがねあるんで、もしねこのプロジェクトが終わった時にまだねハイタカの作ってるゲームが魅力的に思えたら、その時はこちらから扉を叩きに行きますって言っていただきました。頑張らなあかんなって思いましたね。少なくともエフロムに残り続けた未来よりはエフロムをやめたね今の方が成功したよって胸張って言えるところまでね行かないといけないですね。最終的には世界一取るんで、そんなのは当たり前のことなんですけど、そんなことがあってちょっとそろそろねモーションデザイナーの方も募集してみたいなっていうふうに思った次第であります。というわけで今回は壁ジャンプですね、壁はめからかっこよく抜け出すためのアクションとしての壁ジャンプを実装しました。ただかなり無理やり実装したので、いろいろと例外処理がまだできていないっていう感じですね。今後もねモーションデザイナーの方以外にも、例えばモデラーさんだったりとかエフェクトアーティストの方とか SE のねスペシャリストの方とかいろいろ必要になってくるかなとは思います。SE に関しては知り合いでね一人凄腕のね人間がいるんで、その方に頼もうかなっていうところなんですけど、あとはそうですねプログラマーの方もね現在今1名ちょっとね4月から一緒に働いていただこうかなっていう方がいらっしゃいます。その方はね実はこのチャンネルの視聴者の方でね、かなり初期の段階からねライブ配信とかで遊びに来てくれてた方なんですけど、だいぶ初期の頃からね手伝いたいっていう話があったんで、その方とね協力して4月からネットワークの対応とかですねをまずは頑張っていこうかなっていうふうに考えております。一つ言えるのは金が足りねえっていうことですね。講談社からもらえる年間1000万だけでは全然足りてないんで、この YouTube からの収益っていうものももっとね増やしていかないといけないなっていう感じですね。投稿頻度だったりとかライブ配信の回数だったりもね上げていこうかなと思ってるんで、みんなもいっぱい再生してね、もしくは友達とかにこのチャンネルを紹介してさらに広めてくれるとありがたいです。というわけで今回はこの辺で失礼します。お疲れ様です。